皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。ちょっと大きなものを今日は紹介しようと思っていつもと違う画角でお届けしているんですが、今日は去年からずっと楽しみに待っていた新しい機材がようやく家に届いたので、そのお話をしたいと思います。ご紹介するのはこちらのアンカーの UFI メイクから出ている UV プリンター UFI メイク E1 というプリンターになります。UV プリンターは簡単に言うと、いろんなものの表面に直接カラー印刷ができる機械になります。例えば紙だけじゃなくて、こういうアクリルとか木とか金属みたいな立体物にも印刷できて、結構ものづくりをしている人にとっては夢のある道具なんじゃないかなと思います。今日はこの E1 を開封してセットアップして実際にいくつか印刷をしてみたので、そのファーストインプレッションを正直に気になったところも含めてお話ししていこうかなと思います。そして今回この UV プリンターを使って以前から作っていたカメラアイテムのこのおみくじもかなり完成形に近づけることができました。実はこの動画の公開に合わせてそのおみくじの先行予約も本日から開始をしていますので、後半でそちらも少しご紹介できればなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。そもそもでどうして UV プリンターを買おうかなと思ったのかというところからまずお話をしようかなと思うんですけど、きっかけは去年デザインフェスタに出展したことなんですが、自分の作ったものを実際にお客さんの前でこう並べて手に取ってもらうっていう経験をしてから、ものづくりってやっぱり楽しいなっていう気持ちが自分の中ですごく大きくなって、それ以来前よりもいろんなものを作ってみたいなと思うようになりました。去年デザフェスで出したものは大きく分けると3つあって、1つはライカの M モノクロームで撮った写真をプリントして販売したもので、もう1つが 3D プリンターで作ったカメラをモチーフにしたインテリア雑貨、最後がこのレンズ選びに迷った時に引くフィルム型の形をしたおみくじなんですけど、このおみくじは自分でも結構気に入っているんですけど、本当はおみくじの単体だけじゃなくて、こういったタグをつけてもう少しその時はいろいろやりたかったんですよね。家にあったのは FDM 方式の 3D プリンターで、フィラメントを溶かして積み上げていくタイプの 3D プリンターなので、さすがに細かい文字までは綺麗に再現するのが難しいなと思っていて、印刷したこういったタグにテープを貼るっていう方法も考えたんですけど、クオリティの面でもちょっと気になるし、時間が経つと剥がれてしまう心配もあって、結局デザフェスの時はこのタグは作れずにいたっていう感じだったんですよね。なんですけど、今回それを解決してくれそうだなって思ったのがこの UV プリンターだったんですよね。こういった細かい文字も写真とかいろんな素材に直接綺麗に印刷ができるので、それだったらタグもこういう感じで作れるんじゃないかなと思いました。実はこの UV プリンターは去年のうちに予約はしてたんですけど、本当最近やっと届いたっていう感じで、なんかアンカーさんちょっと待たせすぎですよって言いたくなるくらい長かったんですよね。そしてもう一つこの UV プリンターを購入した理由があって、実は今年の10月にありがたいことに自分の写真を展示させていただく機会をいただいて、その展示の時にただ写真を紙にプリントして飾るっていうだけじゃなくて、この UV プリンターで印刷した写真の展示にも挑戦できたらいいなと思っていて、今はその準備も兼ねていろいろ試しているっていうような感じです。写真の印刷もすごく綺麗に印刷してくれるので、その仕上がりとかも今後楽しみですし、普段私のチャンネルを見ていただいている方にもぜひ10月の展示の期間中には足を運んで見に来ていただけたらいいなと思っています。ということで、もうすでに開封してしまっているんですけど、簡単に開封からセットアップまでの流れをまずはご紹介しようかなと思います。大きさはこんな感じで結構大きめで、そしてなんと本体重量が約20キロほどあります。本体の扉を開けた時にグラスや電源類が入ったボックスがあるので、それを取り出します。
入力ポートにケーブルをつなぐと緑色の電源ランプが点灯し始めます。そしたらインクとクリーニングカートリッジをセットしていくっていうような感じで簡単に準備ができます。あとはスマホでアプリをダウンロードしてアプリ内で設定を進めていきます。プリンターとスマホの連携が済んだらインクの注入とテスト印刷、そしてカメラのキャリブレーションを行っていきます。こんな感じでここまで済んだら、あとは自分が印刷したかったものを早速印刷していきます。今回は5種類のものに印刷をしてみました。1つ目はアクリルです。2種類の方法で印刷をしてみたんですけど、こちらがホワイトの上に自分で撮影した写真をカラー印刷したものになります。この写真自体も自分で色編集などは行っているんですけど、写真通りの発色で変に色が転んだりとか滲んだりっていうのは全くなくて、めちゃくちゃ綺麗で感動しました。この写っている魚のようなフォルムをしたものは 3D プリンターで制作したものになるんですけど、表面の積層痕だったりもちゃんと写っています。プリント面は少しペタペタとしたような感触で、爪で少しガリガリしても全く剥がれてくるような感じは今のところはありません。で、続いてこちらはさっきと同じ素材、そして同じ写真を使っているんですけど、今度は画像を反転させて裏面からカラー印刷、そしてその上にさらに白地でプリントをして、それをひっくり返して印刷をしてみました。アクリル特有の透明感がある感じで、少し立体感があるように見えるのが特徴なんですが、それもとっても綺麗に出てきてくれています。比べてみるとこんな感じで、同じアクリルの素材でも印刷の仕方で見え方が変わるので、今後の展示の作品を作る中でもいろいろ試しながらやっていきたいなと思っています。続いてはこちらの正方形のアクリルに印刷をしてみました。これは直接上からカラーでプリントしただけのものになります。紙に印刷した写真も光の当たり方によって見え方とか印象が変わって見えることはあると思うんですけど、アクリルに UV でプリントする方が裏面からの光の影響も受けやすいので、透明感とか見え方の違いの変化が分かりやすいです。そして続いてはコースターにアジサイの写真を印刷してみました。大理石調の素材ですが、これもにじみとかはなくて綺麗にプリントができました。大量生産とかはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、初めてでも簡単にプリントができるので、グッズを販売したいなっていう方にもいいなと思いました。続いては 3D プリントしたものの上にも印刷をしてみました。今回 3D プリントに使用したフィラメントは PLA という素材です。3D プリントで印刷した底面側の方に UV プリントする方が綺麗に印刷ができました。こちらはプロクリエイトで描いたカメラ型のモチーフです。PNG で書き出してカラーで印刷をしてみました。正直 3D プリントしたものに印刷するのはここまでうまく印刷できると思ってなかったので、あまりの綺麗さに驚きましたね。3D プリンターと UV プリンターの組み合わせでかなりいろんなものを作れる幅が広がりますし、アイデア次第で楽しい企画もできるんじゃないかなと思います。私は主にカメラ関連の YouTube コンテンツを投稿していますが、UV プリンター ×3D プリンターでカメラ関連の面白い動画コンテンツ作りなども今後はやっていきたいなと考えています。そしてこれと同じものに今度は自分の SNS のアイコンを印刷してみました。私が持っている 3D プリンターのビルドプレートの表面がデフォルトのボコボコした質感のものなので、若干それでこの顔の部分とかは粗く見えてしまう感じもあるんですけど、これはビルドプレートを変えれば解決できそうな感じがします。発色自体もめちゃめちゃ綺麗で、にじみもないですし、クオリティはめちゃめちゃ高いです。3D プリンター界隈で名刺の代わりに自分でデザインしたコイン型のチップのような形をしたメーカーチップを交換する文化のようなものがあって、私も先日 3D プリンターのイベントに参加した時にこの 3D プリンターで作ったメーカーチップを持って何人かの方と交換をさせていただいたんですけど、 UV プリンターがあればこの自分の SNS のアイコンをそのまま印刷して
交換した時にこの人はこのアイコンの人だみたいな感じですぐに分かってもらえると思ったので、今後は私のメーカーチップはこれにするのもいいんじゃないかなと思っています。そして最後はこんな小さなタグにも文字を印刷してみました。こちらは私が 3D プリンターで作っているカメラレンズの焦点距離を運に任せるおみくじというアイテムです。今日は 35mm のレンズで撮るのか 50mm で撮るのか、出かける前に一つ引いてその日の焦点距離とか撮影テーマを決めるっていうような、そんなカメラ好きのための小さなおみくじとして作ったものになります。実はこのおみくじ自体は以前デザフェスとか EC サイトで販売をしたことがあったんですけど、ずっと気になっていたのがパッケージとかこのタグの部分でした。このタグの部分にシールを貼るっていう方法も考えてたんですけど、どうしても後から貼りましたっていう感じが出てしまうのがちょっと気になっていて、今回 UV プリンターを使うことでようやくタグまでを含めて自分が作りたかった形にかなり近づけることができました。カラーは3色展開で巾着を開けなくてもタグの色で中身がわかるようにしています。カメラが好きな方へのちょっとしたプレゼントにもいいですし、自分の撮影に少し遊びを足すアイテムとしてもかなり可愛くできたんじゃないかなと思っています。そしてついにですね、この動画の公開に合わせてこのおみくじの再販の先行予約も本日から開始をしました。一つずつ手作業で制作して仕上げていくアイテムなので、先行予約という形で今回は受付を開始しています。発送までは少しお時間をいただく形にはなると思うんですけど、今回の UV プリンターで作ったタグも含めてご注文いただいた分から順番に一つずつ仕上げてお届けをする予定です。3D プリンターで制作をしているため、一つずつ積層の出方とか仕上がりに少し個体差があるとは思うんですけど、そのあたりも含めて手作業で作っているアイテムとして楽しんでいただけたら嬉しいです。気になる方は概要欄と固定コメントにリンクを載せていますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ちなみに近々 YouTube で皆さんに楽しんでもらえるような動画コンテンツにも登場する予定ですので、そちらも楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。そんな感じで、ここまではこのプリンターでできることだったり、いいこと、メリットを中心にお話ししてきたんですけど、最後にファーストインプレッションとして正直に気になったところについてもお話ししたいと思います。まず一番気になるところとしては、インク周りのコストですね。この UV プリンターは印刷していない時でもインクが固まってしまわないように少しずつインクを消費し続ける仕組みになっているみたいで、使っていない間にも基本的には電源プラグを抜かないで保管する必要があって、使用しないでいると24時間に1回ぐらいの頻度でクリーニングをされて、じわじわとインクが減っていく仕様になっています。そしてそのインク自体もだいたい25,000円くらいとなかなかに高くて、しかも今のところ純正のものしか対応していないので、インクのカートリッジがどのくらいでなくなるのかはちょっとあまり詳しくわからないんですが、思った以上に消耗されてしまうみたいなので、ランニングコストはそれなりにかかるだろうなっていう印象です。そしてその純正のインクが今品切れで買えないっていう状況みたいなので、なんかその辺はなかなかもどかしいところで、アンカーさんどうにか対応をお願いしますといった感じです。それともう一つ、これは完全にタイミングの話なんですけど、先日別メーカーの X ツールから O1 オムニという新しい製品が発表されて、これが普通の UV プリントと布製品などへの素材にプリントしたりとか、あとは転写がより簡単にできるものが発表されたらしいんですよね。今回私が買ったアンカーの E1 よりも価格はぐっと高いんですけど、できることの幅が広そうっていうのと、インク代もそっちの方が随分安いみたいで、それを見てしまうと正直ちょっとだけ悔しいなって思ってしまう気持ちがあります。あと本当であればこの UV プリンターは去年の秋ぐらいに届く予定だったのに、発売がめちゃめちゃ遅くて、ようやく6月末、もう本当につい最近届いたっていう感じなんですよね。
で、届いた数日後に X ツールさんの C 製品の O1 オムニが発表されたので、去年の秋ぐらいにアンカーの UV プリンターが届いてきてくれてたら、X ツールのその新製品が発表されてたとしても、仕方ないやくらいに思えたんですけど、散々待ってようやく届いた数日後に X ツールの O1 オムニのそのよりいろいろ簡単にできる製品の発表を見てしまったので、ちょっとそこは何とも言えない気持ちでは正直あります。とはいえこの E1 が来てくれたことで自分が作れるものの幅は本当に随分広がったなと感じています。こういったコースターとかアクリルだったりとか、まだお試しの段階ではあるんですけど、これだけ綺麗でしかも簡単にできますし、10月のカフェでの写真の展示に向けていろいろ作っていきたいなと思っているので、総合的には買ってよかったなと思っています。ということで今回の動画はアンカーの UV プリンター UV メイク E1 の開封、そしてファーストインプレッションをお届けしました。UV プリンター単体としてもかなり面白い製品なんですが、私としては 3D プリンターで作ったものに文字とかデザインを加えられることで、自分の作りたいプロダクトの世界観を理想の形に近づけられる嬉しさとか楽しさがさらに大きくなりました。そして動画内でもご紹介した焦点距離を運に任せるカメラアイテムおみくじは本日から先行予約を開始しています。概要欄と固定コメントにリンクを載せていますので、気になる方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。では今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると嬉しいです。そして写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。